どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2で新たに開発可能になった梅毒機体を紹介したいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー 81B1C アンフィビアンですね。アンフィビアンは梅毒体の自己修復能力に着目し、リボン体という自己修復因子を機体に組み込んだ梅毒機体ですね。残念ながら自己修復機能は再現できなかったようですが、梅毒機体の中でも攻守のバランスが取れた機体になっています。搭載されているビーストフォースは4つに枝分かれした触手が方針となり、そこからオタマジャクシのような形状のレーザーを発射します。派手さはありませんが、3種類のレーザーで見た目の変化がほとんどないのが特徴のフォースですね。赤の対空レーザー B は直線的に飛ぶレーザーを一定間隔で発射します。触手を広げた時と閉じた時では若干攻撃範囲が変化するため、ターゲットの大きさや攻守どちらを優先するかによって使い分けることができますね。他のレーザーが地形に依存したタイプのため、地形やバイドとの距離に依存しない対空レーザー B はアンフィビアンには欠かせない装備の一つですが、瞬間火力は高くないレーザーなので、状況次第でフォースショットや波動砲に頼る必要があると思います。青の反射レーザー B は地形にぶつかると長弾するオタマジャクシ状のレーザーを斜めに発射します。長弾の回数の上限は2回で、破壊力は低くありませんが、地形に対する依存度も高く、万能とは言えないのが残念なところですね。発射したレーザーが消えないと次のレーザーが発射できないため、特に狭い場所や接近戦を得意としていて、触手を閉じた状態と開いた状態では、若干発射地点が異なりますが、長弾することがメインの性能のレーザーのため、影響はほとんどありませんね。触手型フォースは触手を広げた状態の防御力が強みでもあるため、反射レーザー B を使用する場合は、基本的に触手を広げたまま使用することをお勧めします。黄色の対地レーザー B は地形に沿って進むオタマジャクシ状のレーザーを発射します。破壊力も高く、ステージによっては無双することも可能な強力なレーザーですが、地形に対する依存度が非常に高く、壁に張り付いている敵が少ないステージではあまり使い勝手がいい装備ではないと思います。よく見るとオタマジャクシには足が生えており、レーザーの中では一番進化している形状になっていますが、人によっては見た目が苦手な人がいるかもしれませんね。個人的には無駄にちょろちょろした動きをするところが結構気に入っています。次にフォースを切り離した後の状態についてですね。触手型フォースの特徴である追尾型のフォースショットになっていますが、追尾型のフォースショットでは珍しい4ウェイフォースショットになっているため、攻撃の方向が分散した分、一点集中攻撃の瞬間火力は低くなってしまいましたね。追いかける対象に向かってフォースショットを打つわけではないため、追尾対象に対しては追いついて密着した状態でなければダメージを与えられないような癖のある仕様になっていますが、うまく使えばアンフィビアンで最も瞬間火力が高い装備なので、このフォースショットの使い方はかなり重要になると思います。ミサイルは目玉追尾ミサイル、目玉誘爆ミサイルの2種類から選ぶことができます。無難に選ぶなら目玉追尾ミサイルですが、防御を優先するなら効果範囲の広い目玉誘爆ミサイルも悪くないと思います。波動砲はバイドスピリット砲が搭載されており、その特徴は何といっても高い追尾性能を備えている点ですね。バイドスピリット砲が発射されてから少しの間はまっすぐ進みますが、一定距離進むとそこからは一番近いバイドに向かって一気に方向転換する仕様になっており、発射地点を調整すればターゲットの背後に回り込むようにして弱点部分を攻撃することも可能になります。また直接機体の背後を狙うことができる波動砲ではありませんが、バイドを経由すれば実際はどんな角度でも狙うことが可能であり、ターゲットと機体の位置取りが悪いと追尾性能を生かしきれないこともある波動砲ですね。注意点としては、バイドとの追いかけっこを始めてしまうことがあるため、なかなか次のチャージが始められない場合があり、バイドスピリット砲の場合はあまり連射は考えない方がいいですね。そのため波動砲の発射直後はレーザーの連射やフォースショットによる攻撃に移行するのが賢明だと思います。アンフィビアンは高い追尾性能を持った波動砲や攻守に優れた触手型フォースを搭載した優秀な機体ですが、瞬間火力が高くないため、バイドの耐久力が高くなる R タイパー3では火力不足を感じやすく、力技で押し切らなければいけないようなステージは若干苦手としていますね。その代わり死角になっている場所も攻撃可能な多彩な装備を持った機体のため、戦い方を工夫するのが好きな人はアンフィビアンを開発して遊んでみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。